ちかって知らんわ。急に伝令が来て急いで全員集合ってなんやろな。ありえるな。でもそれならせめて寝る前に言うてほしかったわ。寝とる。さすがお兄さん。女の子の寝込みを襲うとかいい度胸してますね。時と場所を考えてほしいかな。できればもうちょっと雰囲気のいい場所がいいの。隊長、不潔です。女の子の寝込みを襲うあたりですか。そうやったかな。うちも眠かったからよう覚えてへん。なあ姉さん。せやな。種馬なら種馬らしゅうしとけばええんとちゃう。そこうるさいわよ。ふう、早くこちらに来なさい。あなたの場所はこちらでしょ。おお、すっかり忘れてました。全員揃ったようね。急に集まってもらったのは他でもないわ。シューラン。先ほど早馬で徐州から国境を越える許可を受けに来た輩がいる。なんやて？入りなさい。はっ。なんやて？見覚えのある者もいるようだけれど、一応名を名乗ってもらいましょうか。我が名は関雲長。徐州を治める劉玄徳が一の家臣にしてその大業を支える者。なんで関羽がこないなところに。残念だけれど少し違うわね。説明してくれるかしら。私は曹操殿の領地の通行許可を求めに参りました。どういうまさかだ。カズト以外に気づいた者はいる？ルル、言ってみなさい。袁紹さんと袁術さんから逃げるために私たちの領を抜けて益州に向かうということですか？
その通りです。なんと無謀な。けど炎章や炎術と正面からぶつかるよりはマシやと思うで。それはそうだが、我々とて別に劉備殿の国と同盟を組んでいるわけではないだろう。そういうこと。それに正直関羽もこの案は納得していないようでね。そんな相手に返事をする気にはなれないのよ。ほんならなんでこんな決死の使いを買って出たんや。我が主灯火様の願いを叶えられるのが私だけだったからだ。それに我々が生き残る可能性としてはこれが最も高い選択でもあった。主のためやって、どっかの誰かさんみたいなこと言うやん。私はこんなに愚直ではないぞ。誰か何とか言えよ。だからこれからその返答をしに劉備のもとへ向かおうと思うのだけれど、誰かついてきてくれる子はいるかしら。おだてても何も出ないわよ。そうよ、なんであんたまでついてくるのよ。感謝します、曹操殿。さあ、その言葉は無事に事が済んでから聞くことにするわ。それはどういう。カリン様、先方から連絡が来ました。前方に竜の賀門旗、劉備の本陣のようです。なら関羽、あなたの主のところに案内してちょうだい。何人か一緒についてきてくれる？カリン様、この状況で劉備の本陣に向かうなど危険すぎます。罠かもしれません。ケイファの言う通りです。せめて劉備をこちらに呼び出すなどさせては。でしょうね。私も別に劉備のことを信用しているわけではないわ。曹操殿。けれど、そんな臆病な振る舞いを覇者足らんとしているこの私がしていいと思うかしら。だから、関羽、もしこれが罠だったなら、あなたたちにはこの場で残らず死んでもらいましょう。ご随意に。それで、誰が私を守ってくれるのかしら。はっ！僕も行きます！私も！なら、春蘭、キー、ルル、シア、それから、リンとカズとも来なさい。残りの者はこの場に待機。異変があったなら、シューランとケイファの指示に従いなさい。はっ！カリン様、お気をつけくださいませ。春蘭、絶対にカリン様のことをお守りするのよ。言われるまでもないわ。では関羽、案内してちょうだい。曹操さん、久しいわね、劉備。連合軍の時以来かしら。はい、あの時はお世話になりました。それで今度は私の領地を抜けたいなどと、
また随分と無茶を言ってきたものね。すみません。でもみんなが無事にこの場を生き延びるためにはこれしか思いつかなかったので。まあそれを堂々と行うあなたの胆力は大したものだわ。いいでしょう。私の領を通ることを許可しましょう。本当ですか？カリン様？カリン様、劉備にはまだ何も話を聞いておりませんが。聞かずともよい。こうして劉備を前にすれば何を考えているのかがわかるのだから。そうそうさ。ただし街道はこちらで指定させてもらう。米の一粒でも強奪したなら生きて私の領を出られないと知りなさい。はい、ありがとうございます。それから通行料はそうね、関羽でいいわ。何を不思議そうな顔をしているの？行商でも関所では通行料くらい払うわよ。当たり前でしょ。でもそれって。あなたの全軍が無事に生き延びられるのよ。もちろん追撃に来るだろう袁紹と袁術もこちらで何とかしてあげましょう。その代価をたった一人の将の身柄であがなえるのだから安いものだと思わない？東花様。そうそうさん、ありがとうございます。東花様、お兄ちゃん。でもごめんなさい。あら、アイシャちゃんは大事な私の妹です。リンリンちゃんもシュリちゃんも他のみんなも誰一人欠けさせないための今回の作戦なんです。だからアイシャちゃんがいなくなるんじゃ意味がないんです。こんなところまで来てもらったのに本当にごめんなさい。そう。さすが徳をもって政をなすという劉備だわ。残念ね。東花様、私なら。言ったでしょ、アイシャちゃんがいなくなるんじゃ意味がないって。シュリちゃん、他の経路をもう一度調べてみて。袁紹さんか袁術さんの国境あたりで抜けられそうな道はない？はい、もう一度候補を洗い直してみます。劉備？はい。甘えるのもいい加減になさい。たった一人の将のために全軍を犠牲にするですって？寝ぼけた物言いも大概にすることね。でもアイシャちゃんはそれだけ大切な人なんです。ならそのために他の将、張飛や諸葛亮、そして生き残った兵が死んでもいいというの？だから今シュリちゃんになんとかなりそうな経路の策定を。それがないから私の領を抜けるという暴挙を思いついたのでしょ？違うかしら？それは。諸葛亮？そんな都合のいい道はあるの？それは。リン、この規模の軍が袁紹や袁術の追跡を振り切りつつ
安全に慶州か駅州に抜けられる経路に心当たりはある？大陸中を渡り歩いたあなたならわかるわよね。はい、いくつか候補はありますが、追跡を完全に振り切れる経路はありませんし、危険な箇所がいくつもあります。我が国の整備を基準としても、戦闘もしくは強行軍で半数は脱落するのではないかと。シュリちゃん。そんな。現実を受け止めなさい、劉備。あなたが本当に兵のためを思うなら、関羽を通行領に私の領を安全に抜けるのが一番なのよ。東花様。曹操さん、だったら。それから、あなたが関羽の代わりになるなどという寝ぼけた提案をする気なら、この場であなたを叩き切るわよ。国が王を失ってどうするつもりなの？どうしても関羽を譲る気はないの？まるでだだっこね。今度は沈黙？いいわ。あなたと話していても埒が明かない。勝手に通っていきなさい。聞こえなかった？私の領を通っていいと言ったのよ。駅州でも慶州でもどこへでも行けばいい。カリン様。曹操さん、ありがとうございます。ただし、通行料ですか？当たり前でしょ。先に言っておくわ。あなたが南方を統一した時、私は必ずあなたの国を奪いに行く。通行料の利息込みでね。そうされたくないなら、私の隙を狙ってこちらに攻めてきなさい。そこで私を殺せれば、借金は帳消しにしてあげる。そんなことは。ない？なら、私が滅ぼしに行ってあげるから、せいぜい良い国を作って待っていなさい。あなたはとても愛らしいから、私のそば使いにして、関羽と一緒に存分に可愛がってあげる。曹操殿、これ以上東花様を侮辱すると、いくらあなたとはいえ。シア、リン、劉備たちを向こう側まで案内なさい。街道の選択は任せる。劉備は一兵たりとも失いたくないようだから、なるべく安全で危険のない道にしてあげてね。は。それでうちも連れてきたわけか。了解や。それでは私たちは戻るわよ。劉備、あなたがした選択、間違っていなければよいけれどね。間違ってなんかいません。それを絶対に証明してみせますから。良い返事だわ。帰るぞ。ちびっこなんかに負けないのだ。僕もお前なんかに負けないから。ちょっと聞いてば。